競馬界に大きな金字塔を打ち立てた藤沢和雄さん。その根幹にあるのは競走馬の調教に対する揺るぎない信念だった。古希を迎えた彼は定年により惜しまれながら競馬界を引退。次なる人生の道を探し始める。そして再びもう一つのブラッドスポーツの道へ。鳩レース。それは鍛え抜かれたアスリートの鳩たちが競争というドラマを繰り広げる熱き戦いである。ホースマンとして国内はもちろん世界の競馬界にもその名を馳せた藤沢和雄さん。彼がレース馬との飼育を再開したのは調教師として脂が乗り切っていた50代の頃だ。きっかけは職場に鳩飼育経験を持つ調教助手が働き始めたことだった。自身も少年時代に飼っていたレース馬と話が盛り上がるうち、もう一度レース馬とを飼いたいと思い始めたという。そこで2004年、鳩レースの団体である日本鳩レース協会に入会。茨城県内の連合会へ所属し、鳩レースを再開する。当初、レース馬との世話をすべて行う自厩舎レースを行っていたというが、当時の藤沢さんは調教師として全盛期。仕事が忙しかったこともあり、次第にひな馬を預ければ鳩レースができる委託厩舎レースへと主戦場を変えていった。調教師になって10年ぐらいした時に今中川っていう調教師やってるんですけど、彼が調教助手で入ってきて、彼も四国かどっか生まれたんですけどレースバトやってたっていうんで、それで厩舎で鳩を買おうかっていうことで始めたんですね。それで私は調教師で彼がまだ助手だったんで、彼がこう一生懸命こう面倒を見てくれてスタートしましたよね。はい。まだここなかったから、牧場がなかったから厩舎で飼ってたんだけど、競争調教中だから飛ばせれなくて1日1回のみんながいなくなった時間に中川君が車外やってたんだけど、意外と良かったんですよね。子供たち飛んだんですよね。はい。それでこっちへ牧場でスタートしたんです。はい。総会の方。そうみんなで桜田さんとかいろんな人がいて、それであそこに厩舎を建てて空き地があったんで建ててもらったんです。先ほど言ったように思ったほど自由に時間がなかったんで、車外は1回とか訓練も少なかったですよね。ただああしたいこうしたいっていうのはあったけど、思ったほどできなかったんだけど、鳥がよく飛んでくれたから、こういう方法でもしかしていいのかなと思ったこともあったんですよね。でも比較的鳩なりで管理はされて。そうだね。忙しいからかわいそうだと思って餌をたくさんやると車外って飛ばないんだなっていうのを気づいたり、やっぱり餌の量で車外って飛びが変わるんだなっていうのは当時から面白いな、競走馬ももしかしてそうなのかなとか考えながら鳩やってた記憶がありますよね。よかったと思いますよ。おそらく上位に来たこと何回もあったと思いますよ。はい、優勝はなかったと思うけどチャンピオンぐらいまで行って何話も帰ってきた記憶があったから、上位はいには入りましたね。はい。これ5、6年やってたかもしれない。ただ土日に
競走馬のレースもあるし重なるから無理だったんですよね。いや本当に私競走馬の調教師やらせてもらってるんで土日は必ず開催競馬場行ってたんですけど、札幌も函館もそれこそ新潟も府中もなんですけど、そういう時にレースをやらせてもらったんですけど、当然持ち寄りの時も持ってってもらったり車で運んでもらってね、訓練にも行ける時は行ったんですけど、みんなに一緒にね競争訓練もやらせてもらって、本当に皆さんのおかげだと思ってますよ。もうだいぶ仲間も少なくなっちゃったんですけど、はい。仲間の協力のもと持久車レースで好成績を残していた藤沢さんだが、仕事が忙しく納得がいく管理調教ができないため、徐々に委託レースへと切り替えていく。協会も何話も出させてもらったんだけど、いい管理ができなかったから出そうっていうところへ委託へお願いしたわけで、委託っていうのはオーナーが誰かっていうことを関係なく管理してくれるじゃないですか。だからすごくフェアだなっていうことで、血統の良さがやはり出るんじゃないかと思いましてね。当時は協会もこれもっとたくさん扱ってくれたんだけどねこれ入ったかななんか最初ヘルボッツさんの鳥でしたよね。あとプロスローザンとかゴメールとか、これらが頑張ってありましたよね。はい、最初はやはり始めた頃、ここでレース始めた頃は400とか500キロでいい成績の鳥もいて、その系統いいなとか思ったんだけど、やはり止めることを知らないで飛ばしてしまって、先ほどの馬の話じゃないけどいなくしてから随分後悔したんで、やはり早い時期に止めればよかったなと思う鳥何羽かいますよね。はい、当時はこの鳥こんないい鳥いないなとか思って、この鳥飛ばさなかったら野の鳥飛ばすんだと思っちゃったんですよね。そうじゃないんだよね。それよりもっといい子を作んなきゃダメだったんだけど、その鳥もっとできるだろうと思って期待しちゃっていなくしちゃったんですよね。私はもう委託へ出してどの子もみんな平等に見てて帰ってきたりした鳥を種にしてるんで、思い入れはねあまりないんです。はい。最初にこのレースバトをやらせてもらった時にみんな先輩たちこの茨城に来てからねやった時に言われたのは、管理できないんだから端数を増やすなよって最初に言われたんですよ。ところが鳩も高齢っていうかなかなか長生きするんでついつい端数が増えるんだけど、それはやはり今でも端数を増やすと面倒見きれないなっていうのはありますよね。はい、ですから適切な端数で買う方が鳩も快適に過ごせると思うし、もう少し大事にみんなで育てるとおそらく何年も飛ぶ鳥も出ると思うし、競走馬と同じでみんなでやると誰かが勝つんですよね。だからそれがいいと思ってやってるけど、実際は違う風にやると勝ち馬が勝つ鳥が違うと思うんですよ。はい、そうですね。やはり例えば700キロ以上は1歳は飛ばさないとかね、2歳以上とか、ここは3歳以上とかやると思いますよ。はい、競走馬を扱ってた時は、競走馬は私の馬じゃないんですよ。オーナーがいて、その人の馬を壊さないように成功するように何歳まででも調教しながら競馬使っていくわけだけど、鳩レースは私の子で生まれて何か月もいないうちに委託に出すわけですよ。ですから小鳩を出すわけだからそれで早い時期にレースをやっちゃうんで無事帰ってこなかったらどんな鳥になったかっていうのが
完成された鳥を見れないっていうのがちょっと残念だなっていうところありますよね。はい、鳩レースは短期決戦の若い時期のレースになっちゃうんで、競走馬はもっと大人になってからも走れるんで、鳩もね成虫になってから飛ぶ鳥もいるんじゃないかなとか、成功する鳥もいるんじゃないかなっていうのは常に考えてますよね。調教師を引退後、すぐとなる2023年、日本鳩レース協会の茨城連盟秋季レジョナル400キロレースにおいて、民間の委託厩舎で自身の作出馬とが初めての総合優勝。さらには、2023年度、伊賀国際サクセス200キロにて、協会の国際委託厩舎レースで初の全国優勝を飾るなど、委託の鳩レースにおいても、その実力を発揮し始めている藤沢さん。国際委託厩舎での優勝により、今年2月には、当協会の総合表彰式にも出席した。その姿は、まるで成球。鳩レース界のオールドルーキーの活躍を予感させるものがある。競馬と鳩レース、似て非なるものとはいえ、同じブラッドスポーツ。その交わりは、さまざまな形で生まれゆくものだ。やがて、その交わりに手繰り寄せられるように、競馬界への挑戦を望む一人の若き愛厩家が、彼のもとへ訪れることとなる。かたや少年時代から鳩レースの世界に身を置いてきた若き愛厩家。かたや競馬の世界でその名を知らぬ者はいない調教師の名伯楽。それぞれが歩んできた道がレースバトを通じて交差する。鳩レースで育ち競馬界に挑戦する若駒と競馬界で金字塔を打ち立て、その後鳩レースを楽しむ成球。ブラッドスポーツに生きた2人が今運命の開口を果たす。次回レーシングピジョンストーリー若駒と成球開口編の1をお楽しみに。